はい、皆さん宮脇宏でございます。今日はね、愛と依存の境界線、これを本音でぶった切って差し上げます。最近の日本どこ見ても恋愛依存、友依存、メンヘラ、ボーダーって横文字とか高菜なべて大騒ぎしてますけれどね、言葉ばっかり増えて中身はちっとも成熟してない。精神年齢だけ中学生のまま恋愛ごっこしてる大人が多すぎますのよ。まず申し上げたいのはね、自分でもこれ愛なのか依存なのかわからないって悩んでる時点で大体依存寄りです。なぜか。誠の愛はそんなにジタバタしないの。静かで凛として長期戦。依存はうるさくて感情的で短距離走。あなたが今感情のジェットコースターに乗せられて振り回されてるならそれはほぼ依存。愛じゃないの。はっきりさせましょう。愛と依存の一番大きな違いは主語です。依存は私が。どうして連絡くれないの、なんで分かってくれないの、どうして私だけ。全部主語が自分。恋に溺れてる時はね、自分のことこんなに相手に尽くしてる私けなげなんて思ってるけれど、実際は自分を愛してほしい私で頭がいっぱい。これは恋の段階。悪いとは言いません。ただ未熟なの。一方誠の愛は相手が主語です。あの人が幸せでいてくれるなら、それが一番私のそばにいることがその人にとって本当に幸せなのかしらとまで考える。極端な話、相手が他の誰かと一緒にいる方が幸せなら身を引くことだって選択肢にいる。それぐらい徹底して相手本位。ただしここで勘違いしないでほしいの。相手本位と自己犠牲は別物です。自分をボロボロにして言いたいことも飲み込んで財布も時間も全部差し出してあなたのためなら何でもするって、あれは愛じゃなくて奴隷根性。そんなの目ではなく依存の演劇です。自分をやすりするのは愛じゃなくて直訴行為。愛という美しい言葉でラッピングした自己破壊。私原爆も戦後のドロドロもゲイへの差別も裏切りも浮気も一通り見て体験してきましたけどね、そこでよく分かったのは人間は孤独が怖いだけなんです。だから依存する。相手を愛しているつもりで実は一人になりたくない自分を必死で守っている。失うのが怖いから束縛する。連絡頻度を監視する。既読スルーで発狂する。本音を言えばみっともない。愛とはね、相手をコントロールしようとしない覚悟です。依存はコントロール、愛は解放。あなたがこうしてほしい、なんでこうしてくれないのと相手を動かそうとした瞬間、それは愛から依存への転落です。しかもたちが悪いのは本人がこれは愛情表現だと信じ込んでるところ。ストーカーもね、よく言うでしょ。こんなに愛してるのに。違います。ただの執着。愛じゃない。恋というのはもともと闇です。盲目、情欲、独占欲、虚栄心。あの人を手に入れたら私の価値が証明されるなんて完全に自分門外のゲーム。そこを勘違いして恋のドロドロをこれが真実の愛なんて思い込むから関係が腐るの。恋はね、一度しっかり焼け野原になった方がいいんです。嫉妬も依存も束縛も全部味わって散々傷ついて、ああ私は何をやっているんだろうと心底をうんざりする。その灰の中から立ち上がってもっと静かで落ち着いた関係がいいと思えた時、そこからようやく愛の領域が始まるの。だから私は依存そのものを悪者にはしません。未熟さの証拠、修行の入り口。問題はそこで学ばない人。毎回同じダメ男、同じダメ女とばかり付き合って男運が悪い、女運が悪いとか抜かしてる。運が悪いんじゃないの？あなたの学習能力が低いの。痛みから何も学ばないからまた同じシナリオを繰り返す。そういうのを世間では恋愛依存と呼ぶのです。ではどうやって境界線を引くか、ポイントをいくつか差し上げます。まず一つ、その関係がなくなったら自分の人生が空っぽになると感じるならそれは依存。健全な愛はあの人がいなくなったら寂しいけれど私には私の人生があると言える状態。恋人はね、人生の一部であって人生の全部ではない。全部を相手に預けるから境界線が解けてとも依存になるんです。2つ目、相手の期限であなたの一日が決まっていないか。相手がそっけなかったら一日中メソメソ、返信が遅いだけで仕事も勉強も手につかない。これも依存。一方愛の関係では相手が多少不機嫌でも自分のやるべきことはやる。あの人にも事情があるのかもねと一歩引いてみられる、ね、感情の距離感があるの。3つ目、見返りを計算してないか。これだけ尽くしたんだからこれぐらい大事にしてくれるはず。これだけ我慢したんだからこうしてくれなきゃおかしい。そういうポイント制の愛は全部偽物。商売です。取引です。
愛は採算度がいいし、見返りを期待しないで正したくてする。もちろん相手があまりに一方的に搾取してくるならさっさと離れればいいだけ。そこにドラマはいらないの。4つ目、自分の境界線を持ってるか。どんなに好きでもこっから先は譲れない。暴力は嫌、お金の貸し借りはここまで、浮気をしたら別れるね、連絡の頻度はこれぐらいでいい。そういう自分なりのラインを決めてちゃんと相手に伝えられる人は依存に溺れにくい。逆に嫌われたくない一心で何でも飲み込む人は友依存まっしぐら。相手のゴミ捨て場になって最後は自分の心がゴミ屋敷になる。私はね、若い頃から同性愛者であることを公表して世間から散々石を投げられました。気持ち悪い人間じゃないとまで言われてね。でもそれでも人間同士が愛とし合うことにどこが違うのかと言い続けた。なぜか私にとって愛は相手を人間として尊重することだから、相手の性別でも国籍でも年齢でもなくその人の人格と魂を見つめる。その上で私はこういう人間です、あなたはどうですかと向き合う。それができない人は恋愛以前に人間関係が未熟なの。結局ね、愛されたい、認められたい、特別になりたいっていう飢餓感を恋人一人に押し付けるからおかしくなるんです。本来それは自分で自分に与えるべきもの。自己肯定感が低いから相手からの評価で自分の価値を測ろうとする。だから相手の小さな態度の変化に一喜一憂してヘトヘトになる。愛される準備とは自分をちゃんと育てることです、仕事でも趣味でも友人関係でもいい。恋愛以外のところで自分の世界を耕して誇りを持つ。そうすればね、この人がいなくなったら私は終わりだなんて馬鹿げた発想は出てこない。私が若い子にいつも言うのは、まず自分の人生に色をつけなさいということ。恋人はその人生に加わる差し色。メインカラーまで相手任せにしない。自分の人生をモノクロにしておいて、あなたがいないと世界が灰色なのなんて、それはロマンチックではなく他力本願、依存の甘いポエム。誠の愛はね、シンプルです。この人と一緒にいるとお互いに人間としてまっとうに成長できるかどうか、搾取されていないか、自分の自由と健康と尊厳を守った上でなお相手を大事にしたいと思えるか、そこで判断するの。もしあなたが今疲れ切ってるなら、それはもう答えが出てる証拠。その関係多分もう賞味期限が切れている。愛じゃなくて惰性と依存と怖さでつながってるだけ。その怖さを運命とか絆とか美しい言葉にすり替えるのはやめなさい。最後に一番大事なことを言います。愛のスタート地点は自分を大事にすることです。自分を粗末に扱う人は相手も粗末に扱う。自分を尊重する人は相手も尊重できる。自分の心と体を守れない人があなたのことは命がけで守るなんて嘘っぱち。まずは自分の生活、自分の健康、自分の時間、自分の夢を守ること。その上で隣にいる人と手をつなぐ。これが愛。相手にすがりつくのは依存。さあ、あなたのその恋はどっちですか。意味が痛いと思った人、チャンスです。まだ間に合う。恋という闇をくぐり抜けて愛という光の国へ渡るかどうかはあなたの覚悟次第。さっさと目を覚まして自分も相手も大事にできる品のある関係を選びなさい。人生は恋人の顔色を伺うためにあるんじゃないのよ。あなた自身の魂を美しく輝かせるためにあるんです。